天津飯を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、天津飯を作っていきたいと思います。今回はですね、卵がふわふわとろとろで美味しい天津飯に仕上げていきたいと思います。卵をふわふわにさせるポイントなどもところどころありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにあんかけ以外の材料をご紹介します。材料はこちらです。卵、カニカマ、お水、サラダ油、塩コショウ、グリーンピース、ご飯、こちらの材料を使って作っていきます。まず卵に関しましてはこちら L サイズ、M サイズどちらでも OK です。そしてカニカマですね。今回は普通のねこちらのカニカマを使っていきます。今回2本ですがお好みで3本ぐらいたっぷり入れていただいてもいいかなと思います。そして彩りにあとはグリーンピースもねこちら使っていきます。苦手な場合はね抜いていただいても大丈夫です。そしてお水に関しましては卵液に少し入れていきます。そうすることで卵のタンパク質が緩んでふわっと柔らかい仕上がりになります。続いて天津飯のあんの材料をご紹介します。材料はこちらです。お水、お醤油、お砂糖、オイスターソース、お酢、鶏ガラスープの素、片栗粉、ごま油、こちらの材料で作っていきます。こちらのあんに関しましてはベーシックな材料で作っていきたいと思います。お酢をちょっと加えることで少し酸味が加わってさっぱりとした天津飯に仕上げることができます。ということで早速作っていきたいと思います。それではまずはじめに甘酢あんから作っていきます。フライパンの中にお醤油、お砂糖、オイスターソース、そして鶏ガラスープの素、そしてお水を加えます。これで火にかける前に一度よく混ぜてください。片栗粉がダマにならないように混ぜましょう。お酢に関しましては一緒に煮詰めてしまうとせっかくのね酸味がかなり飛んじゃうので後から加えていきます。ごま油もこちら香り付けなんですが一緒にね煮詰めてしまうとごま油の香りが軽減しちゃうのでこちらも後から加えていきます。このように一度しっかり混ぜてください。そしたら火にかけます。火加減中火です。このまま混ぜながら加熱してください。最初はこのように白濁としてるんですがだんだんね透明感が出てきてとろみがついてきます。はい、ちょっとねとろみがついてきました。だいたい1分ぐらいするとねとろみがついてくると思います。とろみがついてきたらちょっと混ぜるスピードをアップしてそして火にかけ続けましょう。そして全体がねふつふつしてきたらこのままよくかき混ぜながら30秒火入れしてください。30秒加熱したら最後ここにお酢とあとはごま油ですね。これでさっと一度混ぜてください。そしたら火を止めます。これで甘酢あんの完成です。このようにとろみがついて美味しそうに仕上がってます。そしたらこちら使うまでねこのまま置いときましょう。それでは卵部分を作っていきます。まずボウルに卵を割り入れてください。そしてここにお水とあとは塩コショウ少しですね加えていただいてそしてよく混ぜてください。このようにしっかり混ざれば OK です。そしたらここにねカニカマを入れていきます。こちらね袋に入った状態で一度このように両手でこすり合わせます。そうすることでこのように簡単にねカニカマをほぐすことができます。そしたらこちら袋から出してそして卵の中に入れましょう。あんまり潰しすぎるとねべちゃっとしちゃうので注意してください。こんな感じ。あとは軽くね手で裂いていただいてそして混ぜます。卵液はこれで OK です。あとはですね卵はすぐ出来上がりますので器にご飯は盛って準備しておいてください。それではね卵を焼いていきます。まずフライパンにサラダ油です。今回ね直径20センチのフライパンを使っていきます。火加減は中火です。一度油を全体に回しましょう。今回ゴムベラをね使っていきます。ゴムベラがねやりやすいかなと思いますのである方はねゴムベラで作ってみてください。ない時はね菜箸とかでも OK です。このままね30秒ほど温めます。はい。で、30
30秒ほど温めたら火加減強めの中火にしてください。一気にね加熱していきます。そしたらこの中に卵液をすべて流し入れましょう。そして素早くこのように混ぜてください。この縁の部分からね固まってくるので、縁のところを剥がしながらぐるぐるぐるーっとかき混ぜてね加熱してください。そうするとねふわふわの卵になってきます。こんな感じでトロトロの半熟にしたら、あとは底の部分をちょっと焼いていきます。このまま15秒から20秒ぐらいかな焼いてください。はい、OK です。このねトロトロ半熟具合はお好みで変えていただいて OK です。そしたらこちらご飯の上にのせます。スーッと移動させましょう。こんな感じです。そしたら最後ですね、こちらのあんをですねちょっとね固まっちゃってるので、もう一度火にかけて一度沸騰させます。こちら火にかけてよく混ぜながら加熱してください。時間が経つとねちょっとこう塊になってきちゃうので、一度ね再加熱して滑らかな状態にしましょう。はい、 OK です。そしたら最後ですね、こちらの甘酢を上からたっぷりかけてください。はい、そして最後にこちらグリーンピースをトッピングします。これで完成です。はい、これで天津飯の完成です。こんな感じに仕上がりました。このように卵もふわふわで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。卵がふわふわです。すごく美味しいです。そしてカニカマもたっぷり入ってて、甘酢あんとすごく合います。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の天津飯のポイントです。まず最初に甘酢あんを作るんですが、こちらは調味料を加えてしっかり混ぜてから火にかけるようにしてください。片栗粉がダマにならないようにだけ注意していただけたらと思います。なので加熱している最中はよくかき混ぜながらね加熱してください。そしてお酢とごま油に関しましては、こちらの2つはですね後から加えるようにしてください。お酢は最初から一緒に入れてしまうと酸味が飛びすぎてしまいます。ごま油に関しましては最初から入れてしまうとごま油の香りがねちょっと飛んでしまいますので、こちらの2つは最後に入れるようにしてください。そして卵を作る時のポイントです。今回卵液の中に少しお水を加えてます。そうすることで卵のタンパク質が緩んでふわっと柔らかい卵に仕上げることができます。そしてカニカマに関してなんですが、たっぷりめに入れたい時は今回入れたみたいに3本ほど入れていただくといいかなと思います。こちらは2本から3本ぐらいでお好みの量を入れていただくといいかなと思います。お好みの量を入れて作ってみてください。そして卵を加熱する時に関しましては火加減強めの中火で、そして素早くかき混ぜながら半熟卵を作ってください。しっかり混ぜることでふわふわっとした卵に仕上げることができます。そしていい感じの半熟具合になったら、あとはそのまま一旦置いて15秒から20秒ぐらいですね、そこの部分を一度固めてください。そしてその後ご飯の上に乗せて、あとはねあんをもう一度加熱して、そして上にかけて最後召し上がってください。グリーンピースに関しましてはこちらは彩りで乗せてますので、苦手な場合は抜いていただいても大丈夫です。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は天津飯を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。